皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。春のスタジオポッドキャストからの春です。皆さん、最近どうやって過ごしているんでしょうかな？私は最近 N3 の勉強とかしたり、復習したりとか、N2 を勉強したりとかやっています。今回は皆さんが私にいつも聞いている質問で、どうすれば日本語の会話が上手になれるかということについて教えたいと思います。会話をするときに何を注意しなければならないとか、これをしたらもっと上手になれるとか、これを注意しなければならないのかということについて教えたいと思います。なので、この動画を最後まで見てくれるとしたら嬉しいです。では皆さん、始まりましょう。まず1番目は自分自身です。自分自身っていうのは自信を持って話すことです。会話を初めて練習する人にとって、なかなか言葉が出てこないのが一番難しいことです。これについても理由がありまして、これが自分自身がないことです。例えば、私の話が間違ったらどうしようかなとか、他の人がどう思うかなとか、など、っていう考え方が根付いているから話せられないっていう方もたくさんいます。だから間違ってもいいから特に話してほしいです。そう話さないと日本語が上手になれないからですね。そして皆さん大体は生まれた時から自分の考え方じゃなくてみんなの考え方の中で生きている。それってわかるのかな？何かをやってもこれをしたらみんながどう思うかなとか、それをやったら友達がどう思うかなとかっていう考え方でいくとなかなか上手になれないと思います。なので、俺ならきっとできるっていう考え方で話してみてください。間違えることが誰にでもあります。私にも今まで間違ってることがたくさんありますので、それから話を始まってたくさん話せればだんだん上手になると思います。あと最初は自分一人で話してみてください。それから日本語を勉強している友達とかで話してみたりとか、アプリを使って話したり、これが上手になったら日本人と話したりとかね、そういう風で練習すればもっと簡単になれると思います。でもできれば自分よりレベルが高い人と話してほしいです。その方法が新しい言葉とか使い方とか、そして自分の会話能力も早めに上手になれると思います。私の時でも、初めて会話を練習するときに自分より会話が上手になる人とか日本人とかで話したので、会話してる時に間違えることとか相手の発音とかポンポンの使い方とかも一緒に練習することができました。あと、もう2番目として教えたいのは、この2番目のことを教える前に皆さんにちょっと聞きたいことがあるんですけど、皆さん、ミャンマー語でね、会話と勉強、どっちを始めたのかっていう質問です。もちろん話を始めましたよね。そうやって始めた時に皆さんがポンポンとかも知らないし、恋とかも知らなかったよね。だけど、どうして会話ができるかっていうと、たくさん聞きましたからです。お父さんが話してる声とか、お母さんが話してる声とかを聞き慣れて、これを基づいて話せるようになったと思います。だから、会話するときに大事なことは聞くことです。皆さんがアニメとか日本のドラマとかポッドキャストとかたくさん聞けばもっともっと話せるようになると思います。そして他の人と話しするときに相手が何を話しているのかわからないと会話するのが難しくなるので、相手の話をわかるようにしてください。そしてゆゆ先生の動画にも教えたことあるんですけど、サッカーが上手になりたい男性が1日に2時間ぐらい YouTube でサッカーが上手になる方法についての動画を
毎日見ました。1ヶ月かかった時に彼がサッカーを上手になれると思いますか？皆さん。なれないですよね。なぜかというと、実際に練習しなかったからです。会話も同じなんだけど、私たちはいくらアニメとか見ても、ポッドキャストとか聞いても、実際に話さないと上手になれないです。だから、実際に話してみてください。そしてね、人って何かを上手になるためには、時間が必要ですよ。会話も同じだけど、今日話して今日上手になれないです。だから時間を決めて毎日ちゃんと練習すればきっと上手になります。どのくらい時間がかかるのかは自分の練習する時間、日本語レベルにとって違うと思います。私の場合にも6ヶ月ぐらいかかりました。だからちゃんと時間を空けて練習してください。皆さんならきっとできると信じています。では皆さん、今日はこれで終わりにしましょう。今日は私は皆さんに日本語の会話が上手になれる方法について教えました。だからこれをちゃんと聞いてちゃんと練習してほしいです。この動画を最後まで見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。